高校生の皆さんは文学という学問は有名作家の作品を楽しんだり、文章を書く力や文章を読む力を高めていく、そういう学問だという、そういう印象を持っていませんか？でも文学はそれだけではありません。文学は自分のものの見方や考え方をより深めて、相手をよりよく理解するためのコミュニケーション力を高めていく上でとっても役に立つ学問です。文学を構成する文章、言葉、文字など、私たちが普段使うコミュニケーションのツールです。そのコミュニケーションのツールの広がりと楽しさを今日少しですけども皆さんに体験していただきたいと思います。山田の掟ですけども、学びの場は失敗していいところです。ですから今日この場は失敗しても間違ってもいいところです。私たち人間の脳は失敗や間違いを成長の前提としています。ですから積極的に授業に参加して自分の見方や考え方や意見を表明してください。それでは実験です。この KSK という文字を見て皆さんは何をイメージするでしょうか？最近では芸能人が使った言葉として話題になりました。どうですか？いろんな見方があると思います。一つはですね、これですね。結婚してください。KSK は一般の人が見ても何の意味だかわからない3つの文字です。けれども特定の恋人同士の関係にあった2人にとってはとっても大事な言葉でした。そう、プロポーズの言葉だったからです。ですからこの KSK は2人にとっては永遠の言葉になります。また例えばネットを数多くやる人は KSK で加速をイメージする人もいるかもしれませんし、またロマンチックな人は KSK で奇跡が起きたっていうそういったイメージで捉えるかもしれません。文学はこの読んだ人によって感じ方は大きく変わっていきます。なぜなら性別や年齢や経験によって感じ方が変わっていくからです。さらに言えば同じ人が同じ作品を読んだとしても嬉しい時や悲しい時でその時の感じ方は大きく変わっていきます。ですから同じ文章でも違った印象に感じる可能性がとても大きい広がりのある学問だということです。文学は皆さんの想像の翼を大きく広げていただいて自由な発想で学んでいただきたいと思います。高校までは一つの問題に対して必ず一つの答えが用意されていました。けれども大学の学び、特に文学の学びは一つの問題に対して一つの答えが用意されているかどうかは分かりません。実際に私たちの生きている現実社会では一つの問題に対して多くの考え方や多くの答えがあります。ですから文学を学ぶことによって相手の気持ちをよりよく理解できるようになり、また自分の気持ちを相手にうまく伝えることができるようになります。また文学は作家の気持ちや考え方が反映していきます。ですからなぜこの作家はこの作品を書いたんだろう、あるいはこの作品の結末はなぜこうなるんだろう、そういった謎を解き明かしていくのも大学で文学を学ぶ意味でもあります。